どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした苔にまみれまくっててメンテナンスするたびに濁ってしまう60センチ成果石山岳レイアウト水槽の動画を見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方はぜひ概要欄の URL から見てみてください。この水槽は度重なる薬剤投与によりボロボロになっており、投与が終わった現在も状態が上向くことがなく、徐々に苔に侵食されていっている状態です。最初は石につく苔が目立っており、そこに頭を悩ませていたんですが、最近になってこの水槽唯一の水草であるニューラージパールグラスにも全体的に糸状の苔がまとわりついています。この苔の詳しい正体まではわからないんですが、見た感じは背丈の短い芝生状の苔な感じがしてます。苔が水草にまとわりついている関係上、なかなか手作業での除去が難しいんですよね。石であればゴリゴリブラシで削っていくだけで済むんですが、水草は下手にいじると傷ついたり、最悪引っこ抜ける可能性もあります。というわけで、そんななかなか手出しができない苔を対処するべく、今回は新たな苔取り生態を導入していきたいと思います。果たしてこの生態はしっかり苔を取ってくれるのでしょうか。それでは早速購入した生態を見ていくんですが、今回購入したのは通販大手サイトのチャームです。前回のトゲなし沼エビもそうだったんですが、この苔取り生態もチャーム以外で取り扱っているところを知りません。というわけで今回もしっかり梱包のチャーム瓶です。こんなにでかい発泡スチロール、普通に生活してたらあまり見ないと思うんですが、なぜか知りませんが自分は月1くらいで見てる気がします。アクアリストって恐ろしいですね。開封すると上には保温材は何もありません。開けると中に保冷剤が入っていました。実は購入した時はまだ暖かい時期で逆に保冷が必要だったんですよね。めちゃくちゃ暑い時期に購入するとエビは怖いので、基本的に過ごしやすい時に買ってることが多いです。ちなみに今回の生態は以前紹介したトゲなし沼エビと一緒に購入しています。以前のトゲなし沼エビの動画、地味にじわりじわりと再生数が伸びていき、このまま20万再生いってくれないかなと思ってたりします。皆さんが視聴してくださってるおかげで、どんどんいろんな人に見てもらえるようになっているんで感謝です。トゲなし沼エビの方は2つのパッキングで送られてきたんですが、今回の生態は1つに全部入ってました。あとはいつも通り開封して水合わせを行います。すでにサムネでバレていると思うので言うんですが、エビって基本的に水温変化に弱い、水が汚れるとすぐに落ちるイメージがあるんで、通販で購入すると水量多めで発送されてくることが多いですよね。とてもありがたいことでいつも感謝しているんですが、このままの水量で水合わせを行うと日が暮れてしまうので、いつものように捨て水をしてから点滴法をやっていきます。開封するとなんかソイルっぽい茶色のつぶつぶが入っていたんですが、これってなんかアンモニアとか吸着するやつですかね。数年前はキューちゃんみたいな名前の黒いアンモニア吸着剤が入ってた記憶があります。生態の種類によって使い分けてるんでしょうかね。というわけで今回紹介する生態はこちら、トロピカルシュリンプ。価格は50匹で3000円。しかも10匹以上は1割おまけされるので、実質55匹で3000円です。なので1匹あたりの価格は約55円と、普通にアクアショップで買うヤマトヌマエビよりも圧倒的に安いです。100匹にもなると単価が50円切るんでお手頃なのもいいですね。トロピカルシュリンプとは別名台湾ヤマトヌマエビと呼ばれており、その名の通り台湾産のヤマトヌマエビです。産地が違うだけで実際にはヤマトヌマエビと同じ種類なんですが、よく流通しているヤマトヌマエビとは違う特徴があります。ではこのトロピカルシュリンプの特徴は何なのかというと、サイズがヤマトヌマエビほど大きくならないことです。見た目は全く同じで、ヤマトヌマエビと混ぜると見分けがつかないんですが、マックスサイズが小さいため小型水槽にも導入することができます。最大体長3から5センチ、適正水温20から28度、
適正水質中性から弱アルカリ性、餌は人工飼料から生き餌まで幅広く食べてくれます。こういった飼育適性からしてもヤマトヌマエビと全く変わりありません。見た目に関しても透明で透き通った体色に黒の斑点が見られ、尻尾の部分には青色のスポットが入っています。この特徴もまんまヤマトヌマエビですね。正直言うと小さめのヤマトヌマエビそのものなので見分けは小さいかどうか以外ありません。なので特性に関してもヤマトヌマエビに準拠しており、その歩行能力の高さからコケ取り生態として重宝されます。また歩行能力が高い分、レイアウトによっては素材を伝って脱走する危険性もあるので注意が必要です。そもそも脱走しやすいエビなので、どうしても脱走させたくない場合はしっかりと蓋をするようにしましょう。ちなみにエビ全般の注意点である高水温と酸欠には当然弱いので、溶存酸素量が低下する夏場の高水温には気をつける必要があります。というわけで解説も終わったので導入していくんですが、今回は以前紹介したトゲナシヌマエビ同様、苔まみれの水槽に入れてその苔取り能力を測っていきたいと思います。今回導入するのは冒頭で紹介した成化石山岳レイアウト水槽です。先ほどお話ししたようにこの水槽は絶賛苔に侵食されまくっており、取ってもキリがない状態が続いています。薬剤投与によって弱ったニューラージパールグラスには糸状とも言えないもやもやした苔がまとわりつき、成化石にはのっぺりとした茶色い苔と緑色の苔がついています。石も水草も苔に侵食されているため、全体的に色あせて見えるような状態です。このトロピカルシュリンプを入れることで苔との戦争に終止符を打てればと思っています。それでは導入。今回はエビシャワーを見たかったので一気に入れました。導入直後の映像はこんな感じ。早速つまつましてくれてますね。見た感じはもろヤマトヌマエビです。そしてこうやって近くでしっかりと見てみると、数十秒で背わた部分が動いているのがわかります。このように目に見えるスピードで糞をしまくるから低床に糞がたまるんでしょうね。それだけ苔を取ってくれている証拠ではありますが、このスピード感には驚愕です。というわけでトロピカルシュリンプを導入して9日経過した状態がこちら。全く変わっておりません。先ほど同様、石の色もくすんでいれば水草の緑も鮮やかではありません。ヤマトヌマエビの小さい版なら余裕で刈り尽くしてくれると思ったんですが、予想外でしたね。ただこれには訳があって、映像に映っている大量のカージナルテトラに怯えてトロピカルシュリンプが出てこないんです。映像を見てもらったら分かる通り、一切エビの姿が見えないのは左下の石のくぼみ部分に全てのトロピカルシュリンプが隠れてるからです。かろうじて一番左にエビが見えますが、そのエビも動けない状態。それもそのはず、うちのカージナルテトラは成長しすぎて体格がでかくなっており、小さめのトロピカルシュリンプを追いかけ回すんですよね。幸い食べられたりはしていないようですが、そのせいでトロピカルシュリンプが一切出てこなくなりました。夜間であればカージナルテトラも活動しないでしょうし、その間に苔を食べてくれるかなと期待していたんですが、やはり無理なようです。これでは検証が不可能なので、重い腰を上げてカージナルテトラを捕獲し、一旦サテライト内で待機してもらうことに。さすがにこの量のカージナルテトラを捕獲するのは骨が折れましたが、これでトロピカルシュリンプが働いてくれることでしょう。ちなみに数匹捕獲し損ねていますが、これくらいなら特に問題ないと思うので、そのままにしておきます。というわけでカージナルテトラを避難させて2日が経過した状態がこちらです。左手前は盛大に土砂崩れが起きていますが、気にしないでください。おもむろにトロピカルシュリンプが脱ぎ捨てた殻が横たわっています。肝心の苔はというと、水草についている部分はだいぶマシになってきたのではないでしょうか。ところどころまだやられている部分もありますが、おおむね綺麗。ただ奥側のニューラージュパールグラスについている黒ひげ苔は食べられていないようです。そこから6日後の状態がこちら。ほぼほぼ苔を取り切ることができました。石に関してはどうしてもくすんでいますが、のっぺりとした緑色の苔はほとんど見られないです。
そしてニューラージュパールグラスの方はしっかりと掃除をしてくれており、嫌なもやっとした苔は見当たりません。色が若干悪く感じるのは、そもそもニューラージュパールグラスの調子があまり良くないからですね。そして奥にあったひどい黒ひげ苔ですが、なんとこちらも綺麗になっています。後から見返してみると、どうやら先ほどのは黒ひげではなく、全体的に広がっていたもやっとした苔が密集しすぎて黒く見えていただけのようでした。何はともあれ、カージナルテトラを避難させて、8日で見違えるほど綺麗にしてくれてびっくりです。というわけで結論。トロピカルシュリンプはほぼヤマトヌマエビ。ヤマトヌマエビと同じということで結果は大体分かっていたとは思うんですが、まんま小型のヤマトヌマエビです。馬力自体は大きさに比例するため、どうしても大きめのヤマトヌマエビと比較すると劣りますが、苔取り能力としては申し分ないです。ただ小さい分交栄する生態によっては襲われることもあるので、そのあたりは注意しておく必要があります。そして何よりこいつもソイルを掘り起こしまくります。以前紹介したトゲなしヌマエビでもお話ししましたが、小さいがゆえにヤマトヌマエビが入り込めない隙間に入り込んで、そこからソイルをほじくります。結果映像のようにひどい土砂崩れを巻き起こし、一部のソイルが全て流出し穴が開いたような感じになりました。もともと何もしていない状態から徐々に崩れるレベルだったので、当然といえば当然なんですが、やはりレイアウト水槽に入れる場合は注意が必要です。ただそれ以上に小型水槽にも合わせられる強力な苔取り生態としては、今後スタンダードになりうるポテンシャルを秘めていると思います。どうしても大きいヤマトヌマエビは入れたくない、でも苔もしっかり食べてもらいたいという方にはおすすめです。価格自体も安く気軽に導入できるのも強みですね。一番の難点はチャームでしか取り扱っていないことでしょうか。関東の通販でしか入手が困難ということは、結果的に九州などの遠方は送料が高くついてしまうので、そういったところにお住まいの方はできれば過ごしやすい季節に購入した方が無難です。自分はそうしました。ちなみに概要欄にリンクを貼っておく予定だったんですが、台本作成時現在売り切れ状態なので、投稿時に貼れているかはわかりません。もし在庫が復活していたら教えていただけると幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。